じゃあ今回ね、マルーンってことで指定色ですね、塗っていきます。で、ここから塗らないよ、まあ缶からエアブラシで使えるように、まあ、こっちに移すってことですね。で、空き瓶何でもいいんで、これは使い終わった前のセット32で朝食に使ったパープルですね。まあそれ以外でも使ってたんですけどね、空になったんでIPA 風呂にドブ漬けして中の塗料を全部こそぎ落としました。まあだから蓋なんかも綺麗ですね。で紙コップの中にこの塗料をこの中に口ぶっ込んで、まあ前にも話したようにこの中の塗料には炭酸ガスがいっぱい混じってるんでシュワーってなっちゃうんですよ。シュワーって多分ね、ここに入れるだけでシュワーとなりますよ。そーっと入れないブバッと入れると多分放送事故になっちゃうんで、そーっと入れます。ブバッと入れてもびっくりしたもんね。ほらこれだから、これ中の炭酸ガスがシュワシュワって結構、でもこのマルーンもあれだな、透明っぽい色だね。前の Z32 でクレオスのマルーン使ったんですけどね、ほらちょっと傾けただけでね、量的には多分これだけでいいと思うな。あ、違う、これシンナー分混じってるから、シンナー分が混じってるから、いや、やっぱ2瓶とってはいいかもしれないですね。あ、もう1瓶 IPA に使ってる空き瓶があるんで使います。長いねボトル、別売のボトル、あれが一番いいと思いますけどね。まあこれ空き瓶も取っとくとね、こういう役に立つんですよ。それでZ32 で使ってたクレオスのマルーンですけど、まあマルーンっていうかあれはワインレッドなんですけどね。まあだから結局マルーンベースで色を調色したような感じになってしまったのかな、結果的には。他のカラーの方が圧倒的に量少なかったですからね。まあでクレオスのマルーンがとっても隠蔽力が弱いっていうか、ほとんどクリアカラーに近いんだけどな、かなりクリアが入ってると思いますね。これも蓋乗せるだけで、まあ分かるように蓋にこんな風に色塗っときゃいいでしょう。クレオスのマルーン聞いた話では、パープル下地に塗るといいとか、黒を混ぜて塗るといいとか、まあならめんどくせえから指定色使えばいいんじゃないのってことで今やってるんですよ。でまあ手間的にはこの缶から移す手間だけですね。でまあ明日塗りたいんですけど、今日は塗らないですよ。明日この塗料を使いたいんですけど、時々振っちゃダメ振りますね。振っちゃダメです。かき混ぜます。
そのバーッとかき混ぜると今これ突っ込んだだけでブワッとなるんで、こうゆっくりとするかな。ゆっくりとこんな塩梅に時々かき回してあります。多分これでね、ほらこれがなくなればいいんですけどね。でこれでかき混ぜていって、あんまりブワッとならなくなった状態で蓋を乗せて一晩置いとくと、それで確か前回のマスタング GT4 前々回かマスタング GT4 のジャーマングレーは綺麗にガスが抜けてくれたんで、しばらくこれをくるくるやって遊んでます。これどうなの？ガス抜けると容積変わるのかな？変わるような気もするんだよな。なんか今微妙に減ってきたような気がするんですけどね。気のせいでしょうかね。結構な勢いで回してもちょっとしか泡が出なくなってきてるんで、かなり抜けてきたと思うんですよね。この泡が出なくなってから回しても泡が出なくなった状態においても一晩置いておきます。念のために、万が一に備えて。じゃあ今日は塗装、ボディの方の塗装なんですけどね、下地を調整してやると、ついでなんで、こいつとかここね、こいつとか、パテで修正できるところはパテで修正できるところというか、押し出しピンの跡とか、フロントのこのグリルの下の隙間と段差はポリパテを持ってヤスリで成形して、でその後トキパテを持ってまた、ヤスリで成形。使ったヤスリは600番の、100均のスティックヤスリですね。スポンジヤスリっていうか、これも今ボンネット裏の押し出しピンの跡ですね。これは普通のグレーパテを使ってやりました。その修正ですね。でこの後このレーラーをボディから塗っていくんですけど、ちなみにこのボディの方は燃料の蓋、フュエルリットもくっつけて、あとこれはフロントウィンドウをくっつけないと接着できない部品なんで、これどうしようかな。これね、実写の写真いろいろ探したんですけど、ルーバーの中にメッシュが入ってるのないんすよ。なんかメッシュっぽいような、ちょっとわからないけどね、これどうなんだろうな。荒れてるだけなのかな、奥が。これ穴開けちゃうか、前の300でやったみたいに。ちょっと裏側のリブの位置が気に入らないんですけどね。で今回
マルーンを使うんですけど、タミヤの缶スプレーのマルーンね。だから缶スプレーからこう取り出してやらなきゃいけない。まあそれも準備なんですけどね。まあそれはもう取り出してはあるんですけど、問題はサフェイサー何使おうかなと思って。結構タミヤの缶スプレーのマルーンのちょっとね色があまり隠蔽力の強い色ではないので、真っ白、ホワイトサフっちゃ無難なんだけども、ホワイトサフかえってね白が強すぎてそれが表に出ちゃう気がするんですよ。そんだけ隠蔽力が弱い感じですね。だからクレオスのマルーンみたいな感じ。まああんなに赤くないですけどね。昔軍勢の頃のマルーンが良かったな。俺作ったのあれ軍勢の頃か、まだレベルの頃じゃない、レベルカラーの頃じゃないかな。どうだっけ、ちょっと覚えてないですけどね。まあ今のブドウ色に近いかと思えば、ブドウ色を見てみたらやっぱりちょっと違うんですよ。かなり違うんですよね。どうかな。まあそのサフェイサーの先天も噛んでてちょっと試し拭き用のスプーン買ってくるの忘れたな。牛乳パックの裏でいいか。色だけ見れればね。あとちょっとやってみたいのもあるんで試してみたいことですね。まずこれどうしよう。ちょっとこれ掘っちゃいますね。前回のあれと同じです。0.3 でも太い。いやこれ無理かな、やっぱり。0.25、0.25 ですね。もう今赤い印したところは裏側リブがあるんで掘れないです。リブとあと取り付け用のピンもね先端にあるんで、そこは深く掘れないんで、まず前後に 0.25 ミリのピンバイスで丸い穴を開けます。いろいろやってみてこの方法が一番確実に綺麗にいったんで、穴が開きましたよね。でピンバイス落ちないようなところにこの机ね、僕の側手前側に傾斜してるんですよ。丸いものが全部転がってく。で、根気よく切るんですけど、まずピーカッターで、これちょっと加工したピーカッターですかね。刃が若干こう角度が鋭角になってます。通常の売ってるピーカッターよりも。いわゆる現場で使うサンダーってやつでガーッと削ってやったんですけど、で当然砥石で研いてますけどね。これ普段筋彫りやってるんですけど、だからもしかしたらラインチゼルに 0.25 ってあったっけ。
0.2 とかありそうだからラインチゼルで掘ってた方がいいのかな。もしかしたらその方が楽かもしれないです。これである程度落としてやります。である程度以上やると今度この厚みがあるんであんまり掘っていくとね格子がなくなっちゃいますから、ここから先は、デザインナイフでうまく切っていくんですけど、右と左でこううまく刃がねまっすぐ落ちるように、だからこう当てたりこう当てたりですね、こう当てたりこう当てたり、極端にね言うとこっち側とこっち側で向きを変えて、向きを変えないとどうしても手前側は刃が入らないですから、結構この作業が一番時間かかりますね。一挙には切れないですから、今一番端っこなんでね折れるもんがないんですけど、もう次のスリットからは隣の格子が折れる可能性があるんで、その練習も兼ねて、ただおそらく力入れてガツッとやれば横に反れますからね、刃が逃げますから。このタミヤのあれですね、エッチングソー、ちょうどこのエッチングソーの厚みがこのスリットの幅だったってことですね。こんな感じで開けてます。こんな感じで出ます。状況に応じて、この600番の短冊で入んないんですよ。無理やり入れれば入るけど、こんなことですね。これをまだいっぱいやらなきゃいけないってことですね。これ穴開けたら、とりあえずボディの方は、これをここに乗せてね塗装したいので、ひっつき虫使ってたんですけど、あとでまたこれ付け直します。多分もうくっつかないと思いますけど、それやってからサーフェーサーですね。サーフェーサーの方やっていきましょう。それでですね、ここまでやった方がいいのかな、どうなのかなっていう部分があるんですけど、何かというと、このボンネットの位置ですね、非常にこんな感じで結構可動域が多いんですよ。なので、これ開閉こうできるものになってるんでね、その開閉のためのギミックを
位置決めをちゃんとしてやらないとダメなのかなと思って、もしかしたらここまでやる必要ないかもしれないですけど、インストでこの部分ですね、この部分で稼働する部分、この接続は接着剤いらないし、このシャフトもここの両側の穴にポコンと入るだけなんで、取り外しが逆に言えばできるってことですよね。逆にじゃねえな、取り外しができるってことなんですよ。でこれをもうこのパーツ A の14、15のパーツ、これも向きがあるんで、内側にこの土台、僕のこの右手の人差し指が指している L 字にこっちにこう土台がポンと出てるんで、これが内側になるように、なのでこれは、A の15、ボンネットのここにつく部品ですよね。こうつくと、じゃあボンネットくっつけないで、ボンネットにこのパーツを A の14、15をくっつけないで、もうこのシャフトに入れちゃうと、これは後で引っ張れば外れます。外れるはずです。結構遊びが多いんだよね。そんなに難なく外れると思ってたんで、これを向き間違えないように、空いてる方が前だから、こうだな、ここにもう入れちゃう。入れてしまって、こっち向いてないといけないですけど、ボンネットを抜けると、でこのままじゃボンネットを逆さまにするとね、この後逆さまにしたいんで、逆さまにするとボンネット落ちますから、この隙間が均等になるような位置で、違和感がない位置で、今ちょっとボンネット前の方が浮いちゃってるんですけど、今入れた部品がちょっと干渉してるんでね、どこでもいいんで一旦止めると、これでボンネット開かないんで、ここで今のA の14、15をボンネットの接着位置に合わせてやる。そうするとこれでボンネットの高さも決まるはずですから、もう一回この前の高さの確認ですね、ボンネットの位置の確認を一回ちゃんと合わせてやって、なんだろうな、微妙にもうちょいよく入んないのかな、押されるな、下からこういうのが見えてくるんですよね。押されるということは、なんか挟んでた縦ですね、多分。これでテープで固定すれば、高さは大丈夫ですね。縦でしたね、今の邪魔してたのが。
隙間の幅を見た目検討でいいと思いますけど、いちいちこうスペーサー入れて測るとかそこまでしなくてもいいと思います。こんな感じでボンネットが仮止めできたんで、ここに接着剤を流し込んで A の14、15がまっすぐ前を向いてることを確認して、この状態でも斜めになっちゃうんで、まっすぐですよ、まっすぐ前を向いて。これ抜けるよな、この状態で抜けるはずですね。抜けなかったらどうしよう。抜けると信じボンネット自体に干渉するものはないですから、ボンネット自体がついたことによって外れなくなってしまうっていうのはないはずです。でこれで接着剤の乾燥を待ちます。これでその隙間のズレはないはずです。それでは塗装前の準備は大方終わりましたね。では、次回はサフェーサーの塗装からですねしていこうと思います。それではまた。